日は振り替え休日。どうもババアです。奥様です。明日はゆっくりできそうだね。代わり場滞在中も動画編集で結構忙しいからね。今朝はあんまり寒くなかったね。洗濯機の水道も凍ってなかった。水道管破裂だけは回避しないとね。火曜日の朝の予想がマイナス7度になってるんだけど、ババアたち代わり場から脱出できるのかしら。火曜日は平日だから家に帰らないとダメじゃん。最悪代わり場でリモートワークするしかないですね。ババアの仕事は融通が利くけど、下の缶詰は厳しそう。代わり場で缶詰食べてしのぐしかないですね。おっさんが食べてどうすんだよ。くだらない無駄話をしながら早朝記事こねルーティーン。くだらないに関しては同意だな。さあさあ、お掃除お掃除。コンが服着てる。コンさんに服を着せたらめっちゃ喜ぶんですよね。チョロコは掃除終わりのカーペットが好き。買い物に行こう。また母さんの丹前が占拠されてる。Zuzushina Baba Wale no relaxation Matoya。あんたたちに暖房向けてるから母さん寒いんですよ。Hiya kunan hayawa。Yuchino nili basio nayan。あんたヒーターの真ん前で大の字で寝てたじゃない。Akan kinkyu kaigia。Olagodo yedi。Nano kaigi yenan。Tashi esagasi noyon。Aseno yudamoni routine day。それまだ続いてたんだ。Aseno udeniku mazuida。Solajua imikala kinkyu kaigeo okanaimasu。Aseno wotsei jikuga tanashini dawa。Mazua lejunwo golan kudasai。そんなのあるんだ。コンはどうして服を着てるの？コンさんめっちゃ寒がりなんですよね。服を着せただけでヒエラルキートップな振る舞いをするから面白い。特別扱い感があるのかな。いいグルテンですね。今日は何を作るの？なんか中国の方のショート動画で見たやつ。またパクリ？米ぬか入りの生地でどこまで再現できるかはわからないけどね。この言い方だともちろんぶっつけ本番なんだろうな。ババアが練習なんかすると思う？練習しろよ。このチャンネルでは週末のみここ川沿いリバーサイド、略して川リバで米ぬかを使った低糖質な料理をご紹介しています。糖尿病発覚当時血糖値が300超えだったババアが主食を米ぬか入りのパンに置き換えることで、今はインスリンも経口薬も一切なし、ほぼ寛解レベルで血糖値を維持しています。この動画が血糖値をコントロールされている方のご参考になれば幸いです。いいねボタンとチャンネル登録、ベルマーク登録をよろしくお願いします。コメント欄にもご意見ご質問などいっぱい書いてね。今日の記事もブリブリです。サワーシュサワコの酵母は絶好調だね。米ぬかから酵母を立ち上げてもうすぐ3年になります。サワコは長生きだね。一度酵母を立ち上げると一生ものですよ。サワコが誕生した時の動画を概要欄に貼っておきますね。久しぶりに見てみようかな。ざっくりと8等分にしたら油の層を作って細長く成形していきます。今日も安定のざっくり成形。一度細長く整えてからベンチタイムに入るんですが、後でまた伸ばす作業があるので適当で大丈夫です。ババアが得意な適当作業ね。油入ります。油入りました。油を塗る生地は成形がしやすくなります。洗い物が面倒だけどね。このままバゲットとしてオーブンで焼きたい気分。ミニバゲットかわいいな。ゴロゴロした棒状のパン生地のベンチタイムは15分くらい。パン作りって隙間時間でいろいろ作れるからいいですね。小松菜？中華風のパンなのでおかずも中華風にします。小松菜と舞茸とネギ。今日農家さん直売コーナーで安かった野菜たち。旬のものを安く買える贅沢。ネギは久しぶりに麺カットにしようかな。
ババアこの切り方好きだよね。これもいつぞやの中国の方の切り方を真似て、ババアの技術はパクリで成り立っています。さまざまな文化を融合して世界が平和になりますように。関係なくて草。中華炒めを作りましょう。人参も入った。おっと、その前にベンチタイムの終了だ。やっと本格的な成形に入るんだね。まずは細長く伸ばしていきます。また油を塗った。2層目の油層です。カロリーのこと忘れてない？カロリーって何？イタリアのフィギュアスケーター？カロリーナコストナーね。それ誰がわかるんだよ。コストナーのスケーティングが大好きでした。生地を伸ばしながら巻いていきましょう。危ねえ、フィギュアスケートの話になるとババア止まらないからな。くるくると斜め方向に巻いていきます。生地を引っ張りながら巻くんだね。半分まで巻き上げたら残りの生地をピザカッターでカットします。生地がボロボロになっちゃうよ。このラインを入れることで生地が軽くなるはずです。ああ、ぶつけだから断定できないんだね。斜めに巻いた生地の方向を戻しつつ最後まで巻き上げましょう。生地の外側がうどんを巻いたみたいになってる。なんか的確な表現ですね。上から潰して丸く整えます。うどん玉がたくさん。それでは2次発酵30分。さっきの炒め物の続きと参りましょう。豚肉パックがでけえ。ご飯にも合いそうな味付けにするのでたくさん作って晩ご飯に回します。今日の晩ご飯同時進行。舞茸とネギと人参をドーン。そして小松菜もドーン。フライパンから溢れそう。味付けは合香パウダーと砂糖。ちょっと甘辛い味付けが中華パンには合うんですよね。ご飯にも合うよね。そして醤油をたらり。絶対正義が入りました。さらにオイスターソースも入れちゃうよ。いいね、中華って感じ。そして花山椒で決め。これもう間違いねえな。天地がひっくり返っても揺るぎない美味しいものができました。さあ、それではパンを焼いていこう。あれ、今日はフライパンで焼くの？中国の方に習ってフライパンにしてみます。そういうのは忠実に守るんだよな。ごま油を薄くひいてうどんみたいなパンを並べます。日頃はすぐ変なアレンジして失敗するのにな。フライパンで焼くパンは焦げやすいから注意が必要です。特にババアは細心の注意を払わないとね。焦げ目怪しくね。気のせい気のせい。両面に軽く焼き目がついたら蒸し焼きにします。この焼き目軽いかな。火が通ったら水分を飛ばしていきます。裏面はいい感じだね。さあこっちもひっくり返してと。焦げてるじゃねえか。おかしいな、ずーっと張り付いてたのに。パンの焼き目と人生好転のタイミングって難しいね。ババアの永遠のテーマですね。でもパンの焼き目はいい加減慣れろよ。体裁を整えれば大丈夫。焦げをうまく隠してる。おかげさまで体裁を整える腕前はプロ並みとなりました。それだけ失敗を重ねてきたってことだからね。そしてクランベリーヨーグルトスイーツ。今日もきなこのせ。完成しました。うどん玉を焼いたみたいな中華パン。天地がひっくり返っても美味しいおかずを添えて。それではいただきましょう。今日のご飯にはコーラが合いそうだね。ババアの予想では表面がパリパリの生地になる予定だったんだけど、やっぱり米ぬか入りだとふわふわ感が前面に押し出されますね。まあでもこれはこれで美味しそう。そうなんですよね。ふわふわ中華パンも美味しいんですよね。体裁を整えたおかげでちゃんと美味しそうに見えるよ。
ピザカッターでうどん模様をつけたのでパンを真ん中から裂きやすいはず。あ、これのこともううどん模様って呼ぶんだ。よし、うどんパン裂けた。紛らわしいな、うどんで作ったみたいに聞こえるから。じゃあ鮭パンってネーミングにします。ダサいけどまだそっちの方が分かりやすいかな。鮭パンに中華炒めをどっさり乗せてマヨネーズ。はい、これ絶対美味しい。マヨネーズってどこの国の料理にも合うよね。温風ヒーターの3時間タイマーが鳴ってるよ。やだな、寒いけど換気しないとね。さあ食べてみよおっさんのトッピング山盛りで草。う。やばいやばい、めっちゃ美味しい。そりゃそうでしょうね。コンビニとかファストフードで売っててほしいレベル。くそー、美味しそうだな、おい。パンの口当たりも軽くて美味しかった。また見てね。バイバイ。